皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。日本ではウクライナ関連のニュースは基本的に減少傾向にありますから、この動画を見てウクライナ情勢についての情報をアップデートしていくのにお役立てください。今回取り上げる主な話題はこちら。1、アメリカからの支援途絶へ、ウクライナは防衛専念をするしかありません。そのため消耗戦不可避の状況になっています。2、EU からの支援について、ハンガリーの投票権を凍結すべきだという議論が行われています。3、各国の支援。EU という大きな枠組みで支援できないのであれば、それぞれの国において独自の支援の動きがあります。4、ウクライナ軍の規格変更。NATO 規格の砲弾をウクライナ国内で製造しようと動き出しています。ウクライナに対する軍事支援で最大の支援国はアメリカです。そのアメリカからの支援がいよいよ途絶しようとしています。アメリカのウクライナ支援あと1回、追加支援へ9回前の議会合意不透明。アメリカホワイトハウス国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は、アメリカは月内にウクライナへの追加支援を計画しているが、その後の追加支援を提供するためには、議会が行動する必要があると述べた。この支援が終われば、もう我々に補充できる権限はなく、議会が遅滞なく行動する必要があるとした。上院では18日、ウクライナやイスラエルに対する支援に加え、メキシコ国境の警備を強化する新たな措置を持った法案をめぐり、与野党の協議が続けられた。共和党はウクライナ支援法案に国境警備強化を盛り込むことを求めてきた。ただ、9回までに合意できるかは不透明だ。民主党のシューマー上院内総務は、ここ1週間で合意に向けて重要な進展があったとし、まだ作業は終わっていないが、正しい方向に向かっていると確信していると述べた。一方、共和党のマコネル上院院内総務は、合意にはしばらく時間がかかると述べた。アメリカからの支援がいよいよ今回で終わろうとしています。バイデン大統領自身はウクライナ支援を続けるべきだと表明していて、支援の方針そのものに変更はありません。しかし、支援をするためにはお金が必要です。そのお金をどうするかについては議会が決定します。そして、議会においては二大政党、民主党と共和党の対立を軸にして、ウクライナ支援に反対する共和党から予算成立に向けて動きを阻止する動きが続いています。共和党としては、アメリカ国民の税金はアメリカに使うべきだというような考え方をもとにして、海外に対する支援や何かが起こったとしてもそれに関与すべきではないといった主張をする人たちがいます。そして、彼らの掲げている政策の中には、国境警備をしっかりと固めて、南米大陸から大量にやってくる難民たちを、なんとかこれを締め出すようなことをしなければならないとして、現在のバイデン政権や民主党に対して難民対策を強化せよと迫っています。こうした政策を受け入れられないのであれば、ウクライナ支援に対して協議がまともに進むわけがないとして、ウクライナ支援は止まっている状況なのです。南米大陸からやってくる難民は非常に多く、それらの人たちがどんどんとやってくれば、アメリカ国内においても、それらの人がたちまち溢れ返ってしまいます。共和党の時にはこれらの人々を何とかして防ごうとしてきたわけですが、民主党においては人権上の問題であるとして、難民対策が少し緩やかになり、多くの難民がアメリカ国内に入っている状況です。こうした状況の進展は、アメリカにもともと住んでいた人たちにしてみれば、安い労働力が入ってきてしまい、それに伴って自分たちの仕事が奪われるかもしれないと危惧しています。ですから、難民の人たちが入ってくるということは自分たちの生活を脅かし、それとともに治安の悪化も招くことから、アメリカ国内においては支持する人が共和党を中心にして多いわけです。こうしたアメリカ国内の政治問題と海外情勢の話が政治的闘争の議題として取り上げられてしまい、ウクライナ支援が全く前に進まなくなってしまっています。民主党、共和党それぞれ話し合いを行っており、共和党の案を受け入れる形で民主党が妥協するのではないかとは言われているものですが、実際にそれがいつまとまるかはわかりません。話がまとまらないうちは、ウクライナ支援の予算はつかないわけで、アメリカからの支援は非常に問題を抱えています。なぜならば、たとえ予算が決まったとしても実際に執行するまでの時間差もあるわけで、支援が途絶えるという期間が存在するだけで、戦場に対する影響も大きいのです。次に EU からの支援についての話をしましょう。アメリカに続く支援の母体となっているのが EU です。しかし EU におけるウクライナ支援についても現在は非常に難航している状況です。それは予算を決める際に全加盟国の一致した賛成が必要なのですが、これにハンガリーが拒否権を発動し、ウクライナ支援の予算が
まとまっていないからです。ハンガリーは今回の件だけではなく、EU の基準に沿った国内改革も求められているのですが、それらが十分に行われていないことから、EU の首脳内においては、ハンガリーのこうしたウクライナ支援に対する報道に反発する人たちもいて、もういっそハンガリーの投票権を凍結してはどうかといった話が出ています。これは直接的にウクライナの支援を反対しているからではなく、EU の理念に基づいた国内改革に取り組む姿勢が足りないとして、一時的な投票権を凍結しようかという話です。投票権の凍結については、EU 内部においてもそこまでするのはどうかといった具合にして議論がありますから、すぐにはまとまるわけではありません。しかし、ハンガリーが反対し続けると、ハンガリーの権利を制約しようといった意見が今後強まる可能性があります。EU からの支援は純粋な軍事支援だけではなく、経済支援や人道支援といったものも多額に含まれています。純粋な軍事支援ではないから、それが戦場に影響しないかといえばそうではありません。経済支援、人道支援が入ることにより、ウクライナが自由にお金を使える軍事予算についても余裕が生まれるのです。ですから、純粋な軍事支援だけではなかったとしても、ウクライナにとっては支援は大歓迎というわけです。ここまでアメリカ、EU の動きが停滞していて、ウクライナ支援の話がまとまっていないことをお伝えしました。そこで出ているのが、では、ウクライナ支援今どうなっているのかといえば、それぞれの国の自主的な判断に頼っているところです。ドイツ、2024年のウクライナ軍事支援 1.2 兆円に当初計画より倍増。ドイツのショルツ首相はドイツ連邦議会での演説で、ウクライナに対し2024年に約1兆2500億円の軍事支援をすることを明らかにした。ドイツメディアによると、支援額は当初計画に比べて2倍の規模になるという。ショルツ政権の連立与党3党は2024年度の予算案で基本合意した。ショルツ氏は予算案に80億ユーロの軍事支援のほか、EU などを通じた財政支援、ウクライナからドイツに避難する人々への60億ユーロ超の支援が含まれると説明した。演説では、ロシアのプーチン大統領について、ウクライナに対する国際的な支援が薄れることを期待していると指摘。プーチン大統領の計算通りに進む危険性も否定できないと述べ、支援の機運の低下に警戒感を示した。ショルツ氏は、他の支援国がウクライナへの援助を縮小したり、ドイツやヨーロッパへの脅威が増大し続けたりするなどして、状況が悪化する場合、我々が対応しなければならないことは明らかだとも述べ、状況に応じて追加支援を検討する姿勢を強調した。経済大国であり、同時に軍事大国でもあるアメリカからの支援が停滞する中になって、ヨーロッパ各国の集まりである EU もまた支援に対して身動きがなかなか取れなくなっている。そのために、それぞれの国の支援といったものが今非常に重要度が上がっています。そして、ウクライナに対する支援を行っている中で最も大きな国というのがドイツになってしまいました。2022年の段階ではウクライナ支援に非常に消極的だったドイツなのですが、現在では最も頼りになるというのですから、状況の変化というのがいかに目まぐるしいかを表しています。ドイツ以外ではロシアの脅威を非常に感じているフィンランドやバルト三国などは積極的にウクライナ支援を行っています。砲弾の供与であったり、修理拠点の提供であったりといったことをしているのですが、これらの国は残念ながら経済大国ではありませんから、支援額は数百億レベルにとどまっています。また、スウェーデンからもデンマークと協力して歩兵戦闘車 CV90 の供与に向けた動きなども発表されています。こちらも数百億円レベルなのですが、それぞれ各国における支援としてはどうしても何兆円単位といった巨額のお金が出ることは難しいです。しかし、ヨーロッパ各国がそれぞれの国のできる範囲で行っている支援も塵も積もればといった形でウクライナを支えています。4. ウクライナ軍の規格変更について。ウクライナはもともとソ連の構成国の一つであり、現在でもロシアとウクライナは基本的にはソ連の流れを組む規格を使っています。砲弾について言ってもそうで、現在のウクライナ軍にはソ連系の規格と同時に西側から供与された欧米基準の規格の榴弾砲とその砲弾があります。しかし、アメリカや EU からの支援が停滞してくるとなると、せっかく供与された榴弾砲、自走榴弾砲について、打ち出すための兵器はあるんだけども、打ち出す砲弾がないといった状況に陥ってしまいます。そして今後のことを考えると、ロシアと同じ規格を使い続けるというのは、自国の兵器産業の未来としても良くないといった考え方もありますし、欧米からの支援を受けやすい体制へと進めるべきだといった目論みもありますから、少しずつ欧米基準の兵器へと規格を変更していく考え方があります。そこでウクライナではアメリカの企業と協力して
ウクライナ国内に NATO 規格の砲弾を作るための新規製造ラインの構築に着手し始めました。そうした製造ラインの構築にはどうしても時間はかかりますが、こうした動きを進めることによって長期戦にある程度備える必要が出てきています。それではここからは戦況解説に移っていきます。戦況解説に用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。東部戦線の最も北側、クピャンスクからバフムト戦域における戦い、ロシア軍の攻勢は続いています。その中でもバフムト戦域でウクライナ軍の後退が少し目立っています。バフムト戦域では2023年はウクライナ軍が徐々に押し込んでいたのですが、ロシア軍の反攻に対して十分な防衛線を築くことができず、じりじりと後退しているところです。そのために2023年に奪還した地域については徐々に失われつつあります。この後の戦いの展開としても、ウクライナ軍としては戦いやすい地域へと後退する可能性が高まっています。東部戦線最大の激戦地アウディウイカ戦域。こちらにおいても戦いは継続的に激しく行われているのですが、展開そのものは以前から変わらず、町の南と南東部においては一進一退の状況。北側が弱点であり、ここをロシア軍が突き続けているため、アウディウイカの町は常に危険な状況にあります。また、こうした戦いとはまた別に、急遽危険な状況に陥っていると指摘されているのが、アウディウイカ、マリンカよりもさらに南、ノボミハイリフカという集落です。こちらは大きな町ではないのですが、あまり激しい戦いの起こっていないところです。しかし、ここ最近に来て急激にロシア軍の攻撃に耐えきれなくなったようで、戦線に穴が開いているかもしれません。集落の外で行われていた戦闘が集落の中へと及び、ロシア軍の人海戦術による攻勢に耐えきれなくなっているところが各所で生まれている可能性があります。そして南部戦線、ヘルソン州の戦い、ドニプロ川を隔てての両軍の戦いなのですが、ウクライナ軍がドニプロ川を渡った先、東岸に陣地を築いています。ただし、川を渡った先の陣地は十分に堅固に築かれているわけではないため、ロシア軍による集中攻撃を受け続けています。後続の部隊が入ればより前進も図れるのですが、大きな車両を多数川を渡るといったことができておらず、そのため前進もままならず、非常に厳しい戦いとなっています。現地からは、ウクライナ軍兵士の死傷数が非常に高い水準になっていることが報告されており、現在の欧米からの軍事支援が停滞している中にあっては、一度仕切り直した方が良いでしょう。というわけで、ウクライナ軍は防衛戦にかなり徹しなければならなくなった状況です。守りをする上では基本的に攻めるよりも損害は少ないわけですが、だからといって楽な戦いというわけでもありません。ロシア軍による攻勢は続いています。こちらの映像はロシア軍の攻撃に対してウクライナ軍が対戦車ミサイルなどを使って迎撃しているところです。この映像では装甲車の上面に攻撃が炸裂していることからアメリカが供与した対戦車ミサイルジャベリンだと思われます。ちなみに以前の動画で北朝鮮製の弾薬がロシア軍に届き始めたという話をしました。しかし届いた弾薬には問題が多く不発弾が多数であることや暴発するものもあり、こちらの映像にあるように多連装ロケットが内側から爆発したのではないかといった映像などもあります。そして北朝鮮の砲弾のせいによって戦車が損傷するといったことについても関連動画らしきものが投稿されました。こちら兵士が持っているのが何やら半分に割れた砲弾。そして次の映像では砲身の先が歪んでしまっている映像となっています。説明としては別に北朝鮮製とは断言はしてはいませんが、わざわざこれまでになかった映像を上げるということそれ自体がこれまで使っていたロシア製の砲弾よりもさらに劣悪な北朝鮮の弾薬について一言言いたかったのでしょう。というわけで今回の動画ではアメリカによる支援、そして EU による支援という大きな軍事支援の柱が動きを止めてしまっていることについてお伝えしました。これに伴ってウクライナとして取れる戦略は領土奪還のための反攻作戦を基本的には全て中止し、徹底した防衛に徹するほかありません。しかし防衛に徹するとしても武器弾薬の欧米からの供与というものが止まってしまえば戦力の低下は避けられません。例えばウクライナでは独自に作れないものといったものもたくさんあります。その代表例として言えるのが対空ミサイルでしょう。パトリオットミサイルが欧米から供与されたことにより、ウクライナの首都は特に非常に堅固な防空網を築くことができました。しかし、パトリオットミサイルをウクライナで独自に生産することは不可能ですから、欧米からの軍事支援が止まったなと見れば、プーチン大統領としてはそうした欧米製の兵器で囲まれている場所を徹底的に攻撃すれば、いずれは瓦解すると
計算することができるでしょう。また、欧米から供与された自走砲の類についても、ウクライナの規格とは違うわけなので、やはりこちらも支援がなくなればだんだんと使いようもなくなってきます。スウェーデンから供与された自走榴弾砲アーチャーや、欧米規格の自走榴弾砲は、多くの戦場において、ロシア軍にやられることなく活動を続けています。しかし、弾がなくなってしまえば砲撃支援もできなくなってしまうわけで、そうした砲撃戦において、優秀な兵器が使いどころがなくなってしまうとなれば、当然のように前線に対する援護ができず、より一層ロシア軍の人海戦術に対しての消耗が激しくなることとなります。ただ、アメリカによる支援が激減しているよといった話はもうすでに12月の頭ぐらいで解説済みですから、そうした状況を考えれば、今のようにじりじりっとしたロシア軍の前進はあるんだけれども、前線全体での状況を見れば、膠着状態にあると評価することもあることから、ウクライナ軍が粘り強く戦っているのも事実で、それだけに持ちこたえている間になんとか欧米からの支援が再開される必要があるでしょう。そうでなければ、前線で持ちこたえている兵士たちもいよいよもって戦う気持ちはあるんだけれども、弾がないがために撤退せざるを得なくなるといった場面も増えてしまいます。そうなれば現在のような戦線は維持できなくなり、ロシア軍の前進スピードが少しずつ上がってしまうことでしょう。ちなみにこういう時私が思うのは、私自身はウクライナに対して軍事支援をすべきだといった派ですから、日本が経済的支援や人道支援しかできないというのを非常に残念に思います。ウクライナに支援を行い、ロシア軍に対する打撃を与え続けることができれば、日本にとっても危険なロシアの国力を削ぎ続けることができるわけで、また他の国に対する侵略を行う国の野望そのものをくじくことにもつながっていきます。今の日本は残念ながら国内問題に終始し、こうした国際情勢における影響力はほとんどないも同然です。しかし、このような状況は、日本がまさに侵略された時に日本に対する援助をする国がどこなのか、アメリカも本当に信用できるのか、といった問題を引き起こすことでしょう。といったわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。